おはようございます。博多空港国際線ターミナルに到着しました。今日は今から丸4年ぶりぐらいに台湾に向かおうと思います。向こうの友達とも連絡を取って、向こうの友達の預かり荷物があるので、それも一緒に渡すために台湾に今から向かいます。それじゃあまずチェックインに向かおうと思います。10時55分発のタイガーエアで向かいます。もう出国手続き始まってるんでチェックインします。 E カウンター、あっち。おはようございます。お願いします。少々お待ちください。はい。チェックインが終わりました。10時10分にボーディング開始です。まだちょっと時間があるので、そんな焦らなくていいんですけど、今から出国審査してきます。出国審査終わりました。ちょっと時間があるのでラウンジでなんかちょっと軽く食べようかな。プライオリティパスが使えるラウンジに来たんですけど、今使えないみたいですね。プライオリティパス、こっちにカードラウンジがあるからこっち行きましょう。結局奥にあるカードラウンジに来ました。ちょっと飲み物を飲んでから搭乗ゲートに向かいます。登場しました。おそらくほぼ満席。僕の隣も埋まってしまっています。残念ながら今回は通路側なので外の景色が見えないですけど、まあ3時間ぐらいだから大した問題じゃない。台湾着きました。飛行機から降りるときにもうこのカードもらいました。前は空港に入ってからだったと思うんだけど、やっぱぬるいね。日本でグリーンなのでこのカードを渡してノーチェックで。そしたら今からイミグレーションで
入国してきます。左側がイミグレーションなんで、パスポートと入国カードを持って行かなきゃいけないんですけど、福岡の空港でチェックインするときに QR コードを読み込ませてもらって、そこからオンラインで入国カードを事前に申請することができました。なのでいらないはずなので、入国カードは書かずに、パスポートだけで入国します。無事イミグレーション抜けて台湾4年ぶり上陸です。で、さっきの入国カードなんですけど、オンラインで送っておけばパスポートを見せるだけで大丈夫でした。別にオンラインで送ったよとかも言わなくて、パスポートを渡すだけで何も聞かれることなくイミグレーション完了しました。ただ申し込みサイトが英語だったので、英語に自信がない人は紙でやった方が簡単だとは思います。で、紙に関しては以前はさっきのイミグレーションカウンターの右側にあったカウンターに入国カードが山積みにしてあって、いつでも書けるようにはなってたんですけど、さっき見たら紙が全然なくて、多分聞けば出してはくれるとは思うんですけど、僕が見た限りなかったので、飛行機の中でもらっておいた方がいいとは思います。さあ、そして今台湾は台湾ザラッキーランドといって、今ちょうど目の前にキャンペーンの場所が見えてますけど、事前申し込みをすれば、何人だったかな、何人かに5000ニュー台湾ドルが当たるとかなんとかっていうキャンペーンだそうです。僕も事前申し込みをしておいたので、ちょっと今からキャンペーンに参加していきます。当たればいいですけどね。ここですね。この端末でやるみたいです。事前に申し込みをしたときに QR コードをもらってるので、それを見せればいいようです。あっちでもいいのかな、こっちでもいいと思います。あれ、残念。残念でした。当たらなかった。残念ながら台湾ラッキーランドは外れたんですけど、もうこのまま台北市内に行こうと思います。で、携帯の SIM カードは台湾ザラッキーランドのキャンペーン会場の反対側でだいたい意識揃います。今回は、前回のタイと同じでアハモが台湾はローミング対象なので不要なので、今年ちょこちょこ海外行く用事でお金を節約したいので、今回は、SIM は買わずにアハモのローミングだけで頑張ります。で、今から電車に乗って台北市内に行きます。桃園空港から台北駅までの電車は普通のチケットの他に日本でいうところのスイカであるイージーカードが使えるんですけど、何年か前からクレジットカードがそのまま使えるようになってるそうで、僕はこれ初めて使います。タッチ決済の使えるカードだったら大体いけるのかな。ちょっとこのカードで試してみます。ここです。いけた。
アメックスがダメみたいですね。まあでもビザとマスターとか使えるから大体の人は困らないかなと思います。全部の路線これだったら助かるんだけど。はい、今プラットフォームに降りてきました。台北駅までの電車って上に書いてある青い看板の普通と、紫の看板の、特急エクスプレスがあって、特に用事がなければ絶対エクスプレスの方がいいと思います。こっちの方がかなり早いから。13分に着くのであと10分ぐらいここでちょっと暇つぶして電車に乗ります。そう、台湾の電車って、禁煙はもちろんなんですけど、飲食禁止なんですよね。なので改札を抜けたら飲むのもダメ、食べるのもダメです。僕初めて台湾に行った時にそれ知らなくて電車の中でコーラ飲んでめっちゃ怒られました。ひどい場合は罰金取られるらしいので、7500ドル取られるらしいので、食べたり飲んだりは改札に入る前にした方がいいですね。反対側ポケモントレインかわいい。帰りも同様です。改札を抜けたのでここから飲食ができます。喉乾いたな。はい、台北駅到着して今外に出てきました。事前情報では結構暑い、湿度が高いって聞いてたけど、今日は風が結構吹いてて、肌寒いとまではいかないけど暑いという感じではないです。薄手の長袖ちょうどいいかな、これは。洋服の洗濯はミスってなかった。明日以降がどうなるかわからないんですけど、今日は比較的過ごしやすい、外にずっといても大丈夫そうな気候です。今向こうの方にちょっと24度って見えてるけど、ちょっと小さいかな。非常に過ごしやすく、見ての通り風も結構吹いてます。とりあえず今日は到着までが目的だったので、今からホテルの方にチェックインしに行って、ちょっと休憩して夜また街にブラッと出ようかなと思います。そう、そして先月香港行ってた時に大きいスーツケースの車輪が壊れてしまって、でそのスーツケースの車輪交換が不可でもう捨てざるを得なくてですね、新しいスーツケースを買いました。フリクエンターのディエーベっていうスーツケースらしいんですけど、これもうとにかくね、車輪が最高。もう全然音が鳴らないぐらい静か。もうなんかこれだけで買ったって感じ。すごい静かだし、振動もなんか抑えられてる気がします。これまたいいのが、壊れてます。車輪だけ変えられるそうで、これは長く使えそうですね。今日が初めて使ったんですけど、当たり前だよね。もうめっちゃ汚れてる。どうせね、どんどん汚れるものだから、これからどんどん汚します。ではとりあえずホテルの方へ向かいます。風がちょっとあるどころじゃなかった。風が吹き抜けるポイントになると、なんかこのスーツケースが持ってかれるぐらい風強い。これちょっと気をつけて歩かないと。
なんか帽子を飛ばされてる人がもう続出してる。涼しいっす、めちゃくちゃ。結構いろんな国で見かけるから、前も言ったかもしれないけど、この青信号にカウンターがついてるのいいよね。日本もこれやったらいいのに、歩行者信号だけじゃなくて車の信号にもこれがあれば、なんかいつ黄色になるか赤になるかってなんかドキドキせずに進めるんだけどな。なんでやらないんだろう。なんかいろいろ考えちゃうね、これは。3階か。日本語で書いてある。3階。よいしょ。こっちか。なんかここでもチェックインできるっぽいな。ちょっとやってみましょう。サービスアイテムを選択、注文番号または電話番号。なんかやってみたけどダメでしたね。カウンターでやりましょう。機械じゃチェックインできなかったのでカウンターでチェックインしてきました。12階だそうです。7階にシャンプーとかはセルフサービスで言ってました。12階最上階だ。よいしょ。121、ここだ。これか。ちょっと待って。こっちだった。よいしょ。到着。なかなかちょうどいい広さ。鏡多いな。外の景色は見えないタイプ。残念。ウェルカムドリンク結構置いてくれてる。シャワーか。風呂トイレ別？すげえ。あんまりないよね。いいね、このホテル。ホテルで2時間ぐらい休憩して日が沈んだので、ちょっとまた街へ繰り出してみました。お腹が空いたのでちょっと晩ご飯をなんか食べようかなと思います。みんな大好きマクドナルド。1回は買いに行こうかな。台湾限定メニューとかあるのかな。後でちょっと覗いてみよう。とりあえずね、ルーローハンが食べたいです。もう4年前だからちょっとうろ覚えだけど、確かこっちの台北地下街の方に確かルーローハン屋さんがあったはず。いつもそこ行ってたんだよね。あるかな。
こな気がする。休みか。他も探そう。ルーローハンのお店が結構閉まりつつあるな。どこも開いてなかった。腹減った。ホテルに戻ってきました。結局台湾らしいご飯は食べられなかったので、マックを買った負け犬です。台湾ビールも4年ぶりに飲めるのでちょっと楽しみで、今日はもう外に出ない。明日6時頃にこっちを出発しないといけないので、早くご飯食べてお風呂入って洗濯して寝ます。それで1日目はここで終了です。お疲れ様でした。